こんにちは、青森の小野です。青森市内に築60年の古い古民家を購入して、そこを自分の手で DIY しながら秘密基地を作ろう企画でございます。で、素人なのでチャット GPT、AI にいろいろ教えてもらって相談しながら進めていくというコンセプトでやってましたが、前回までは和室の畳をね全部剥がしたり照明器具をいろいろ変更して人工芝敷いてなんてことをやりつつ一番多くの和室を仕上げていくっていうね、そこまでお送りしました。で今回はねその続きになります。はい、青森は雪が、積もってきました。今年はね雪だいぶ少ないんですけども、それでも家を持つということは雪かきが非常に大変だっていうのをね実感してる次第なんですが、まだ電気を通してなかったので電気をまず通しました。で普段だったらブレーカーみたいなものがあるはずなんですけども、ちょっと見当たらなくてよくわからない謎の機能があったので、これをねチャット GPT に聞いてみました。この写真にはいくつかの古い電気の安全装置が写っています。左側の黒い装置はおそらく現代のブレーカーのようなもので、電気が過負荷になると自動でオフになる機能を持っている可能性があります。中央と右側にあるのはヒューズと呼ばれる古いタイプの過負荷保護装置で、過剰な電流が流れた場合にヒューズの中の線が溶けて回路を遮断します。これらは特に日本の古い家によく見られるものです。さすが GPT 先生。これはねブレーカーだそうで、これこのままね使えそうなんで活かしとこうと思ったんですが、あと古い建物だと漏電火災っていうのも心配なので、それに対するね対策もちょっと聞いてみました。築60年の家では電気設備が古くなっていることが多いため、漏電火災のリスクが高まります。漏電火災を防ぐためには以下の対策を検討することが重要です。1、漏電ブレーカーの設置。漏電ブレーカーは漏電を感知すると自動的に電源を遮断する装置です。もしまだ設置されていない場合は導入を検討してください。2、電気設備の点検と更新。電気配線やコンセント、スイッチなどの電気設備が経年劣化している場合があります。定期的に専門家による点検を受け、必要に応じて更新作業を行ってください。なんか漏電ブレーカーっていうね、漏電してると自動的にブレーカーが落ちるっていうのを後付けできるみたいなんで、それをねつけようかなと思いました。で他にも使ってないコンセント抜けとかですね、火災報知器つけなさいとか、定期的に点検しなさいとか、汚れてるホコリが溜まってたら取りなさいみたいな、そういうアドバイスがありました。で専門家のアドバイスを受けた方がいいっていうことなんで、とりあえず電気屋さんに来てもらって、で電気屋さんにね漏電してるかどうかを含めいろいろチェックしてもらいながら教えてもらいましたね。やっぱりね湿気があると、ますます熱が溢れるしさ。じゃあそこに電気が流れてるってことなんですか？木だって電気流れるの。木も電気流れるの？流れる。プラスチックとか全体は流れないけども。はい、ということで結構びっくりしたんですが、古い建物ってその絶縁する素材自体がやっぱ経年劣化でどんどん悪くなっていって、築60年ぐらいになると大体漏電しているものだそうです。であんまり漏電してるとこういったものつけられないんですが、漏電ブレーカーというのを後付けで、これがそうですがつけてもらいました。出ていく電気と入っていく電気の差が大きいとどっかで漏電しているから、自動的に電源がブレーカーが落ちるというような仕組みのものだそうです。でこれで無事ね電気を通すことができました。漏電火災のリスクもこれで下がったということで、荷物を大量に運び込んで、キャンプ道具を自分の部屋に置いて、とりあえず居場所を作るっていうような作業をしました。はい、こんな感じでキャンプ道具置き場兼、こうやって設営してしまって、過ごすと結構居心地よさそうだなって感じで、他の部屋もね DIY 進めるときにここ休憩所として使えるようなそんな感じにしました。ただまだこの和室感のもうちょっと変えたいなということで、壁がですねこの金色にところどころ光ってるみたいなダサい砂壁のような、これをですね変えていこうと思います。今回の本題はこれです。この壁を漆喰に塗っていくという作業をしたいと思います。まずこの漆喰っていうのが結構すごいやつで、それがねどんなんか GPT 先生に聞いてみました。漆喰は建築材料として古くから使用されている素材で、その凄さは以下の点にあります。1、
調湿作用。漆喰は周囲の湿度が高い時には水分を吸収し、乾燥している時には水分を放出する調湿作用があります。これにより室内の湿度を快適な範囲に保つことができます。2、抗菌、消臭効果。漆喰には抗菌効果があり、カビや細菌の繁殖を抑えます。また、消臭作用もあるため、室内の空気を清潔に保つことができます。3、耐火性。漆喰は非常に耐火性に優れた材料で、火災時の延焼を防ぐ効果があります。そのため、古くから城や寺院などの建築物に使われてきました。4、環境に優しい。漆喰は天然の石灰石を主成分としており、化学物質を含まないため環境に優しい素材です。また人体にも無害であるため安心して使用することができます。5、美観性。漆喰は自然な白色が美しく、和洋問わず様々な建築様式にマッチします。時間が経つにつれて独特の風合いが出るため、建物に歴史的な美しさを加えることができます。6、長寿命。正しく施工された漆喰は非常に長持ちし、メンテナンスが容易であるため建物の寿命を伸ばすことができます。漆喰ってね、すごいんだなと思って、結構これはね面白かったですね。で、あとはね、塗りながらもうとりあえずやりながら覚えていこうということで作業を進めました。部屋に漆喰を自分で塗るときは、下記のコツを参考にしてください。1、下準備をしっかりと行う。塗る面をきれいにし、ホコリや汚れを取り除きます。古い塗料や壁紙があれば除去し、壁面が平らになるようにします。必要に応じて下地処理剤を塗り、塗装面を整えます。2、適切な漆喰を選ぶ。室内用の漆喰を選び、環境や使用する部屋の条件、湿度などに適しているか確認します。3、工具と材料を準備する。漆喰を混ぜるための容器、塗布用のコテ、ヘラ、マスキングテープ、ブラシ、ローラー、防塵マスク、ゴム手袋などを準備します。4、マスキング作業を行う。塗りたくない部分、窓枠、床穴などをマスキングテープで保護します。5、漆喰を適切に混ぜる。漆と水の比率を指示に従って正確に混ぜ合わせ、均一な状態にします。混ぜすぎは避け、使用する直面に混ぜるのが理想的です。6、薄く均一に塗る。一度に厚く塗ると乾燥時にひび割れの原因になるため、薄く均一に数回に分けて塗ります。塗布は上から下へ、または左から右へ一定の方向で行います。7、乾燥時間を守る各層を塗った後、完全に乾燥させてから次の層を塗ります。乾燥時間は気温や湿度によって変わるため、パッケージの指示を参考にします。8、仕上げ。最後の層が乾燥した後、細かい部分の修正や必要に応じて表面を軽く研磨して仕上げます。9、清掃と保護。使用した工具はすぐに洗い、作業終了後は部屋をよく換気して漆喰の完全な効果を助けます。漆喰は自然素材であり、調湿機能や消臭効果があるため、室内の環境を快適に保つのに役立ちます。しかし初めての方は少し練習してから本格的に塗ることをお勧めします。実際やってみると思ってたよりも結構簡単で楽しいし綺麗に塗れるなっていう感じですね。ただマスキングテープの幅がちょっと短かったなっていうせいで、これちょっと上の方はみ出ちゃったりしてますけども、こっちが1回目塗りです。1回薄めに塗った後、その上から2回目塗りで仕上げるみたいなイメージで塗っていくとね、すごく綺麗に仕上がりました。でチャット GPT の知識を全部まるで自分が知っていることかのようにこうやってね、話しながらテレビカメラの前で作業を進めていくっていう、そんなこともやりました。で実際やってみて思ったんですが、端っこを塗るのがね難しいっていうかね、すごい神経使います。なんでまず端っこピーッと攻めていってから、あとは大きいところを塗ると、結構生クリームをケーキに塗るときみたいな感じですごくね気持ちいいですね。ずーっと単純作業なんですけどもね、なんか編み物ずっとやっているの好きな人いると思うんですが、ああいう感じでこの作業自体はね心が落ち着くっていうかね、すごい楽しい作業ですね。このコテが折れちゃって、塗れなくなったので、こっちの金属のやつこれしか売ってなくて、ちょっとこっちで塗ろうと思って。これ用のコテっていうのをね、せっかく買ったのにこれ1600円ぐらいしたんですけど、すぐ折れちゃって、でホームセンター行ったら金属のやつしか売ってなかったんで、それ使ってみたんですけど、ある程度しなりがないと個人的にはね塗りづらいなっていう感じでした。でこれ GPT 先生も教えてくれなかったんですけど、このコテは100円ショップにも売ってるそうなんで、個人的には1600円もするやつより100円ショップのでいいんじゃないかなと思います。でだんだんめんどくさくなって、端っことかね手で
塗るようになってきたんですけど、意外と手で塗ったらねいい感じで仕上がるなっていう風に思って、でこれ手で塗っていいのかっていうのもねちょっと GPT 先生に聞いてみました。はい、手で漆喰を塗ることも可能です。手で塗る方法は特に小さな面積や細かい部分の作業に適しており、自然なテクスチャや個性的な仕上がりを求める場合にも良い選択です。ただし手で塗る際には以下の点に注意してください。1、保護措置を取る。漆喰にはアルカリ性の成分が含まれているため、捨てで長時間触れると肌に刺激を与える可能性があります。薄手のゴム手袋や作業用手袋を着用することをお勧めします。2、均一に塗布する。手で塗る場合、ハケやローラーと異なり、塗料の厚みが均一になりにくいことがあります。薄く、そして何層かに分けて塗ることで、より均一な仕上がりを目指しましょう。3、仕上げに注意する。手で塗った後は指の跡や不均一な部分が目立たないようにスポンジや布を使って軽く叩いたり撫でたりして表面を整えるといいでしょう。4、清掃が容易な場所を手で塗る場合、漆喰が飛び散りやすいので、作業する場所や周囲の保護も考慮に入れてください。手で漆喰を塗ることは壁面に自分だけのテクスチャやパターンを加えた時に特に有効です。自分の感覚を頼りに思い通りの仕上がりを楽しんでください。こういう細かいところを塗るときはね手で塗るとねすごいいいなと思いました。ただ本当に飛び散るのでそこだけ気をつけないと下がねめちゃくちゃ汚れます。メインのところというか、ある程度のところを漆喰で塗りました。ちょっと暗いからあれですけども結構いい感じなんじゃないかなと思います。個人的には結構思ったよりいい感じの模様がポコポコ出てて気に入ってます。でこれね上からスポンジで撫でてあげたりするとさらにこの綺麗に模様が出るそうなんですけども、初めてにしてはね結構いいんじゃないかなというふうに思います。雰囲気もねだいぶ変わりました。壁が白くなると部屋がちょっと広くなって明るく見えるっていうのもありますね。でここ8畳の部屋なんですけども全部で20キロぐらい漆喰今回使いました。で床はすごい汚れるのでブルーシートとかで完全に覆ってあげた方がいいなというふうに今回の失敗点はそこですかね。で今後残りまだ塗ってないところも塗り切っちゃって天井とこれ柱の色をね変えていきたいなというふうに思っています。天井はね真っ黒にしてで柱をちょっと黒っぽい、木目が出るようなものにしていければなと思っています。はいというわけで、素人がチャット GPT にいろいろアドバイスをもらいながら古民家を直していくという企画、今回はねここまでです。コツコツ楽しみながら続けていきますのでよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。以上青森の小野でした。